その時、私は洗脳されていた。その時、私は投獄されていた。魔大戦。すべてを焼き尽くしたその戦いが終わった時、世界から魔法という力が消え去った。そして千年、鉄、火薬、蒸気機関。人々は機械の力を使い、世界をよみがえらせた。今またここに、伝説となった魔法の力を復活させ、その強大な武力によって世界を支配しようとする者がいる。人はまたその過ちを繰り返そうとしているのか。ナルシェの幻獣と私の体が反応し、私は気を失ってしまった。記憶を失い、洞窟の中で倒れていたところをトレジャーハンターのロックが助けてくれた。ロックは私が記憶をなくしたことを知ると、守ると言ってくれた。そして私たちは砂漠の国フィガロを目指して旅立った。そこでフィガロの若き王エドガーに出会った。そこへガストラ帝国のケフカが私を探しにやってきた。フィガロはガストラ帝国と同盟を結んでいたけど、エドガーは私をかくまってくれた。でもケフカは同盟なんて関係なくフィガロに侵攻してきた。私はロックとエドガーと一緒に逃げ出し、反帝国組織リターナーの本部を目指すことになった。途中、コルツ山でバルガスという格闘家と戦うことになる。エドガーの弟マッシュに助けられてバルガスを倒し、それからマッシュと共に行動することになった。リターナー本部に到着し相談した結果、ナルシェの幻獣にまた会いに行くことになった。ここでロックとは別行動を取ることになる。ナルシェに向けて川を下っていると、タコのモンスターと戦闘になり、マッシュとはぐれてしまった。マッシュは川の下流に流れ着き、シャドウに出会った。シャドウによるとナルシェに向かうには帝国とドマ国との戦闘地帯を抜けていく必要があるという。マッシュはシャドウの案内でドマ国を抜けてナルシェを目指すことになった。悲劇の侍。帝国がドマ国に侵攻していたが、ドマ国側は城にこもり籠城をしていた。帝国の野営地では無駄な犠牲を出したくないレオ将軍と、強引な手段を使ってでも勝ちたいケフカとの間で意見が分かれていた。そしてレオ将軍が不在の間にケフカは川に猛毒を流してしまう。城の中で次々と倒れるドマ国の兵士たち、そしてドマ国国王の命やドマ国の侍カイエンの妻子の命までも奪ってしまう。逆上したカイエンが復讐のため帝国の野営地に特攻する。カイエンが帝国の野営地で奮闘しているところにマッシュとシャドウが現れ加勢する。しかしこの戦力で帝国を相手にするのは無理があり、3人は共に逃げることになる。帝国の野営地を脱出した3人は森に入った。森を進んでいくと列車が止まっている駅へとたどり着いた。列車は死んだ人間の魂を霊界へと送り届ける魔列車だった。3人が乗り込んだところで魔列車は出発してしまう。列車を止めるため3人は先頭の機関車へと向かった。3人が駅に降りたところでカイエンの亡くなった妻と子供が魔列車に乗り込んでいくのが見えた。
あなた幸せだったわ。ありがとう。カイエンの妻はそう残してマレッシャは出発していった。シャドウと別れた後、獣ヶ原でガウが仲間になり、マッシュたちはナルシェへと向かった。セリス救出。帝国軍を足止めするためロックはサウスフィガロに潜入していた。足止めに成功したロックだったが、帝国軍の厳しい警戒の前に逃げ道を失っていた。ロックが潜伏していると、帝国の将軍セリスが帝国軍に捕らえられているのを発見した。セリスは帝国の英才教育により人工的に生み出された魔導戦士で、上昇将軍として恐れられていた。しかしドマ国の暴挙を知り、それに反対したセリスは裏切り者として捕らえられ、明日には処刑されるところだった。諦めるセリスに対してロックは、俺が守ってみせると言い放ち、セリスを連れて脱出する。そして二人はナルシェへと向かった。チリジリになっていたティナ、ロック、マッシュたちがナルシェへと集結した。帝国を恨むカイエンは帝国の将軍だったセリスを倒そうとするが、ティナは自分がもともと帝国の兵士だったことを打ち明け、帝国にいた者が全て枠ではないとエドガーに説得される。そこにケフカが率いる帝国軍が氷漬けの幻獣を手に入れるために侵攻してきたと知らせが入る。忘れるな。お主を信用したわけではないぞ。いいだろう。敵か味方かその目で確かめろ。そう言いながら彼らは一致団結し、侵攻してきた帝国軍との戦いに挑んでいく。激戦の末、彼らはケフカを退けた。そしてティナが氷漬けの幻獣と再び再会したところで共鳴が起こり、幻獣の姿へと変身したティナはそのままどこかへ飛び去ってしまった。ティナの秘密。飛空艇を所有するギャンブラーのセッツァー。彼に狙われたオペラ歌手マリアの代わりにセリスはオペラに出演することになる。そしてセリスはセッツァーにさらわれてしまう。ところがセリスはセッツァーとの賭けにイカサまで勝利し、セッツァーの協力を得られることになる。飛空艇でガストラ帝国へ渡り魔導研究所に潜入したロックたちは、帝国が捕らえた幻獣たちから魔導の力を抽出しているのを目の当たりにする。しかし実は幻獣の力は魔石になることで発揮されるのだった。ロックがティナの元に戻ると、魔導研究所から持ち帰った魔石が光を放つ。それはティナの父マディンの魔石だった。ティナは幻獣と人間の子だったのだ。そしてティナは記憶を取り戻した。魔大陸へティナたちが幻獣に協力を仰ぐため風魔壁を訪れた時、風魔壁の扉が開き、幻獣たちが飛び出していった。ガストラ帝国の首都ベクタは魔導研究所で仲間が殺されたことを知った幻獣たちに破壊されてしまう。幻獣たちの力を恐れたガストラ皇帝はリターナーに和平を申し入れ、さらに幻獣たちとの和解をティナに依頼してきた。帝国に裏があることを疑いつつも、彼らは幻獣を追って大三角島のサマサの村を訪れる。島の西にいた幻獣たちと話をすると、幻獣たちも和平を望んでいた。ところが
そこに現れたケフカが幻獣たちを次々に魔石へと変えてしまう。そう、これは帝国が幻獣たちを欺くための罠だったのだ。ガストラ皇帝とケフカは風魔壁の中に入っていき、そこで三頭身の像を手に入れた。すると地面が割れ、魔大陸が浮上した。彼らは帝国空軍を撃退しながら飛空艇で魔大陸を追った。そんな中、ケフカはガストラ皇帝を裏切り、三頭身の像をずらしてしまう。すると魔力の暴走が起こり、魔大陸は崩壊し始める。彼らは何とか脱出するが、暴走した魔力で飛空艇は大破する。さらに増幅を続ける魔導の力で大陸すら分断され、そしてその日、世界は引き裂かれた。崩壊した世界。目が覚めると私を見つめるシドの顔があった。世界が崩壊してから私はずっと眠っていた。しかし看病してくれていたシドも病に侵されてしまった。私は海岸で魚を取りながらシドの看病をした。しかし彼の容態は日増しに悪化していった。そしてついに彼はこの世を去った。シドの死後、私は彼の作ったイカダに乗り込み、生き延びるために海を渡った。その果てに私はガストラ帝国領にたどり着いた。私たちが生きるこの世界はケフカの支配下に置かれていた。ケフカが作った巨大な塔はまるで私たちの命運を支配する象徴のようであり、その影響は大陸全土に及んでいた。千の町に足を踏み入れた私は、マッシュが倒壊しかかった家を支えているのを見つけた。聞けば子供が中に取り残されているという。私は家の中で子供を見つけ、抱きかかえて外に運び出した。子供は泣きながらも無事で、私の助けに感謝してくれた。私とマッシュはお互いにうなずき合い、共に行動することを決めた。そして、マッシュと私は、エドガーにウリ二つの盗賊団のボス、ジェフと出会った。実は、フィガロ城が砂漠に取り残されていることを知ったエドガーが、それを救うために盗賊たちを利用しようとジェフと名乗っていた。無事にフィガロ城を救うことができ、エドガーとも合流することができた。仲間を求めて。そして、私たちは高林原の酒場の片隅でセッツァーと再会した。彼の表情は沈んでいて、飛空艇を失った悲しみがそのままに残っていた。ここで希望を失うわけにはいかないでしょう。こんな世界だからこそ、もう一度夢を追わなければいけないんじゃない？私が声をかけると、彼は驚いたような表情を浮かべ、そして自信を取り戻した。私たちはセッツァーのかつての仲間であるダリルの墓に隠されていた飛空艇ファルコンを発見し、それに乗って新たな旅に出ることに決めた。ファルコンのエンジンが轟音を立てて鳴り響く中、私たちは未知の冒険へと向かって飛び立った。セッツァーの笑顔が戻り、新たな希望が私たちの胸を満たしていった。この飛空艇の旅が私たちの運命を変えることになるのだろう。飛空艇ファルコンで世界各地を巡りながら、かつての仲間たちと再会していった。恋人を待ち続ける女性に恋人のふりをして手紙を書くカイエン。絵画の中に潜むモンスターと戦うリルム。一撃の刃をかけたコロシアムでの戦いでシャドウに勝利し、シャドウが仲間になった。そしてストラゴス、ガウ、モグとも再会した。またモノマネ師のゴゴと雪男のウーマロが新しく仲間になった。モブリズのティナ。モブリズの村で孤児たちの世話をしながら、ティナは平穏な日々を過ごしていた。しかしある日突然、巨大な魔物フンババが村を襲ってきた。ティナは子供たちを守るため立ち上がった。フンババとの戦いの中でティナはトランス状態に入り、驚異的な力を発揮した。彼女の内に眠っていた力によりフンババを圧倒することに成功した。ティナは孤児たちを守るため、そして自らの力を使って世界を救うために行動する決意を固めた。フェニックスの魔石。
フェニックスの洞窟でロックと再会した私たちは、ロックの心に抱える深い悲しみを知った。ロックは失った恋人レイチェルをフェニックスの魔石で蘇らせることを願っていたが、手に入れた魔石にはひびが入っていた。ロックは魔石の力をレイチェルに使った。レイチェルは目を覚まし、ロックと再会を果たすことができた。しかし、その時間はわずかだった。レイチェルはロックに、あなたの心の中のその人を愛してあげてという言葉を残して去っていった。ロックは深い悲しみと失望に包まれたが、同時に新たな希望も見出した。そして私たちと共に旅をすることを決意し、仲間に加わった。最後の戦い。仲間が揃った私たちは決意を固め、瓦礫の塔に乗り込んだ。塔内では3つのパーティーに分かれ、鬼神、魔人、女神の三頭身を倒すべく戦いに挑んだ。私は仲間と共に女神の部屋に向かい、激しい戦いを繰り広げた。同時に他のパーティーもそれぞれの部屋で激戦を繰り広げ、三頭身を撃破していった。しかし三頭身を倒したにもかかわらず、世界を覆う魔法の力は消えなかった。私たちが塔の頂上に到達すると、そこにはケフカが待ち構えていた。ケフカはすでに三頭身の力を吸収していて、その力を使って世界を崩壊させようとしていた。彼は狂気に満ちた笑い声を上げながら、自らが神となり世界を支配することを宣言した。私たちは絶望に立ち向かい、ケフカとの最終決戦に挑むことになった。仲間と共に信念と力を結集し、苦闘の果てにケフカを打倒することに成功した。変わる世界。ケフカを倒した後、瓦礫の塔は崩壊し、魔力が失われた影響で魔石が砕け始めた。ティナはトランスした状態で導いてくれて、私たちは飛空艇で塔から脱出を試みた。飛空艇が塔から飛び立つと同時に、世界中から魔力が失われていく光景が広がった。そしてティナの体も徐々に光を失っていった。ティナは失速し、空中から落下していった。飛空艇で落下していたティナを助けると、彼女は人間の姿に戻っていた。周囲に広がる平和な風景とともに、私たちは世界が新たな時代を迎えつつあると感じた。山奥にひっそりと佇む村に一人の青年が住んでいた。彼は山奥にある村で、両親と共に平和な毎日を過ごしていた。しかしある日、魔物の軍勢の襲撃によってその平穏は崩れてしまう。村人たちは魔物の襲撃から守るために、彼を地下倉庫にかくまった。彼の幼なじみ、エルフのシンシアは、モシャスの呪文で彼の姿に変身することで身代わりとなり、魔物から彼の命を救った。魔物たちが去った後、村には何も残っていなかった。彼は魔物たちを倒すことを心に決め、一人旅へと出た。美人姉妹と信じる心。故郷を失った彼は一人で旅をしていた。そしてエンドールの町にたどり着く。そこでよく当たると評判の占い師に出会い、彼は自分の運命を占ってもらった。あなたの周りには7つの光が見えます。まだ小さな光ですが、やがて導かれ大きな光となり、もしやあなたは、占いの内容から占い師は彼が伝説の勇者だと見抜く。彼女はミネアといい、姉のマーニャと共に暗黒の力に対抗すべく旅をしていた。カジノにいたマーニャも合流し、彼らは地獄の帝王の復活を阻止するため、共に旅をすることになった。砂漠を渡るには馬車が必要だった。馬車を持つホフマンに協力を仰いだが、彼は他人が信じられないという。そこで彼らはホフマンが人間不信に陥るきっかけとなった洞窟へと向かった。ところが洞窟の中でミネアとマーニャとはぐれてしまった。
しばらく進むと2人と合流できたが、それは魔物が化けた姿だった。これがホフマンが他人を信じられなくなった原因だったのだ。魔物を倒し、無事2人とも合流することができた。洞窟の奥に進むと、宝箱の中に信じる心を見つけた。宿に戻りホフマンに信じる心を渡すと、彼は立ち直り、馬車の提供と旅への同行をしてくれることとなった。転売商人と灯台の虎。馬車を手に入れた彼らは砂漠を渡り、港町コナンベリーにたどり着いた。しかし灯台には魔物が住み着き、邪悪な光を出していたため港は使えなかった。彼らが灯台に乗り込むと、そこで商人のトルネコに出会った。そしてトルネコから邪悪な炎を打ち消してほしいと依頼される。住み着いた魔物を倒し、聖なる種火を灯すことで邪悪な炎を打ち消すことができた。コナンベリーに戻ると住人から感謝され、さらにトルネコから仲間にしてほしいと打診があった。その申し出を快諾し、彼らはトルネコの船で新たな大陸を目指し出港した。おてんば姫と人食い箱。彼らは海を渡り小さな町ミントスを訪れた。ここでホフマンとは別れることになった。宿屋に行くと病に苦しむ神官クリフトと、その看病をしているブライがいた。ブライに話を聞くと、クリフトの病気を治せるという薬を王女アリーナが探しに行ったという。アリーナの手助けをしてほしいとブライに頼まれ、彼らはブライと共にソレッタへ向かうことになった。ソレッタはどんな病気も治すことができるパデキアの特産地だったが、パデキアは5年前の干ばつで全滅してしまい、貧困が続く状態になっていた。ソレッタの王に会いに行くと、前の王がもしもの時にと、南の洞窟にパデキアの種を保管していたということが分かり、彼らは南の洞窟へと向かうこととなった。パデキアの種が保管されているという洞窟に行くと、アリーナも別のパーティーを組んでここに来ていた。こちらも洞窟の探索を進めていく。そして洞窟の奥で保管されていたパデキアの種を手に入れることができた。ソレッタに種を持ち帰ると、ソレッタ王は歓迎し、早速畑に植えてくれた。するとみるみるうちにパデキアが成長し、パデキアの根っこを手に入れることができた。ミントスに戻り持ち帰った根っこをクリフトに与えると、彼の病は瞬時に治った。アリーナも合流し話し合った結果、お互いの目的が合致していることに気づき、アリーナたちと共に冒険することになった。集結の導かれし者たち。キングレオ城にたどり着いた彼らを待っていたのは、ホイミンと名乗る一人の青年だった。彼からライアンが単身城内に乗り込んだこと、そして魔法の鍵があれば忍び込めることを教えてもらった。ミネアとマーニャの父エドガンの秘密の研究所で魔法の鍵を手に入れた彼らは、キングレオ城内に忍び込むことに成功した。そこには奮闘するライアンの姿があった。ライアンは彼が伝説の勇者であることを知り仲間に加わった。そして王の間に進むと、ミネアとマーニャの因縁の相手キングレオがそこにいた。ライアンが兵士たちを引きつけている隙に、キングレオと激しい戦いを繰り広げ、死闘の末にキングレオを打倒した。こうして8人の導かれし者が揃った。キングレオ城の大臣を問い詰めると、バルザックがサントハイム城にいることが判明し、彼らはすぐにそこへ向かった。城に踏み込むと、そこは魔物たちの巣窟と化しており、かつての平和な城の面影はどこにもない。覚悟を決め進んでいくと、王座の間でバルザックが待ち構えていた。やはり来たか、エドガンの娘よ。再びこうして相まみえるとは。バルザックは進化の秘宝で姿を変え、
巨大な魔物となった。戦いは激しく、バルザックの攻撃は苛烈だったが、彼らの連携と決意で少しずつ追い詰めていき、最後にはバルザックは地面に崩れ落ちた。その時ミニデーモンが現れ、実験は失敗したようだ、デスピサロ様に報告せねばと言い残し、どこかへ去っていった。デスピサロ、勇者はその名を口にし、次なる戦いを決意した。王様を笑わせろ。水の都スタンシアラには天空の兜があった。そして王様を笑わせられれば何でも手に入るというお触れが出ていた。勇者は王様の前に立ち、思いつく限りの冗談を言ったが、王様を笑わせることはできなかった。そこでモンバーバラの劇場に行き、大道芸人のパノンをスタンシアラまで連れてきた。さあ早く笑わせてくれという王様に、パノンはお言葉ですが王様、私には王様を笑わせることなどできませんと答えた。ですが私を連れてきたこの者たちならきっと笑わせることができるはず。この者たちは世界を救い、人々が心から笑える日を取り戻してくれるでしょう。王様はパノンが王様の心を見抜いたことに感心し、勇者に天空の兜を授けてくれた。イムルの不思議な夢。イムルの村に立ち寄った時、おかしな夢を見るという噂で村中が持ちきりだった。疲れた彼らは宿屋に泊まり、夜の静寂の中深い眠りについた。夢の中、塔には美しいエルフが立っていた。一人の男が現れ、静かに笛を吹き始めた。すると目の前に階段が現れ、その男は塔の中へと入っていく。いい子にしていたか、ロザリー。ピサロ様。ロザリー、私は人間を滅ぼすことにした。間もなく世界は裁きの炎に焼かれるだろう。お前はここに隠れているのだよ。誰かピサロ様を止めて。このままでは世界は滅んでしまう。お願い、誰か受け止めて、私の願いを。その切実な叫びが響いた瞬間、勇者は目を覚ました。冷や汗をかきながら周りを見ると、仲間たちも同じように目を覚ましていた。全員が同じ夢を見ていた。女だけの城。バトランドにはかつて天空の盾があったが、先々代の王がガーデンブルグの女王に送ってしまったそうだ。ガーデンブルグは東にある山奥の城で、女性だけが住む城だという。彼らは急ぎその城へ向かうことにした。ガーデンブルグ城とはかつて洞窟で通じていたが、火山の爆発で洞窟が塞がってしまった。しかし彼らはマグマの杖を使って岩山をどかし、道を切り開いた。ガーデンブルグ城に到着した彼らは城の女王に面会を求めた。しかし女王は、この国がこうしてあるのは外からのいざこざをあえて断ち切ってきたからこそと取り合ってくれなかった。失意の中、城内を歩いていると一人の男に、タンスの中を調べてごらんなさい、面白いものが入っていますよと声をかけられ見てみたが、そこには何もなかった。部屋を出ようとするとシスターが入ってきて泥棒に間違われ、牢屋に入れられてしまった。しばらくすると牢屋から出され女王に呼び出された。そこでシスターのブロンズの十字架を盗んだという濡れ衣を着せられていることが分かった。彼らは盗んでいないことを主張し、犯人を見つける機会をもらったが、仲間の一人を人質に取られることになった。ガーデンブルグ城の南に位置する洞窟を探索したところ、男がブロンズの十字架を抱いて寝ていた。彼を問い詰めると戦いになったが勝利した。犯人を女王に突き出すと、仲間を牢屋から助け出すようにと最後の鍵をもらい、さらに城の地下にある天空の盾も持って行ってよいと言われた。その後、女王は勇者たちに魔族が住んでいたというロザリーヒルの話をしてくれた。そこには何があるのか。女王の言葉に勇者たちは新たな冒険の予感を胸に秘め、再び旅立つ準備を始めた。ロザリーの願い。勇者たちはかつて魔族が住んでいたという村、ロザリーヒルを訪れた。
村の中心にそびえ立つ塔を見つけ、夢で見た光景を思い出した。勇者が笛を吹くと、夢と同じように隠し階段が現れた。塔の上階には手強いモンスターが待ち構えていたが、激しい戦闘の末勝利した。その奥には美しいエルフがいた。彼女の名前はロザリー。ロザリーは彼らを見つめ、静かに語り始めた。世界が魔物たちによって滅ぼされようとしているのです。魔物たちを操っている者の名前はピサロ。今はデスピサロと名乗り、進化の秘宝でさらに恐ろしい存在になろうとしています。彼女の瞳には深い悲しみと絶望が宿っていた。どうか彼を止めてください。世界を救うために。勇者たちはロザリーの頼みを真摯に受け止め、再び旅に出る決意を固めた。潜入デスパレス。勇者たちは魔物たちが住む城があるという島に上陸した。彼らはリバーサイドという川沿いの村に立ち寄り、そこで巨大な人影が歩いていたという目撃情報を耳にした。興味を抱いた彼らは島の奥へと進み、湖のほとりに巨大な像を発見した。近づいてみると、その像の内部は塔のような迷宮になっていた。勇者たちは像の中に入り、その迷宮を探索していく。やがて操縦室のような部屋にたどり着いた。そこにあるスイッチを押すと、巨大な像は突然歩き出した。巨大な像が湖を渡り、彼らは無事対岸にたどり着くことができた。勇者たちはついに魔物たちが住む城デスパレスにたどり着いた。デスパレスの内部に潜入するために、彼らは変化の杖を使い、魔物に化けることにした。魔物たちを騙すことに成功し、集会に紛れ込むことができた。しばらく待つとピサロが現れ、威厳のある声で演説を始めた。諸君、たった今、鉱山の町アッテムトで大変な事態が起こった。地獄の帝王エスタークが蘇ったらしい。どうやら人間どもが地獄の世界を掘り当ててしまったのだ。とにかくアッテムトだ。エスターク帝王を我が城にお迎えする。ピサロはそう言うと、ルーラの呪文を唱え、瞬く間にその場から消え去った。ピサロの言葉を聞いた勇者たちは驚き、そして緊張が走った。地獄の帝王エスタークが復活するなど、あってはならないことだ。よみがえる地獄の帝王。鉱山の町アッテムトにたどり着いた勇者たちは、町が魔物に襲われ荒廃している様子に衝撃を受けた。辺り一面が荒れ果て、人々の悲鳴が響いていた。探索を続ける中で、瀕死の甲府を見つけた。仲間がすごいものを掘り当てたけど、その後すぐに魔物たちがやってきて、それだけ言うと彼は息を引き取った。急ごう。勇者は仲間たちに呼びかけ、鉱山の中へと進んだ。彼らが奥へ進むと、巨大な遺跡が発掘されていた。さらに遺跡の奥深くに進むと、目を閉じて静かに佇む地獄の帝王エスタークと、そこに群がる魔物たちの姿があった。魔物は勇者たちの接近を察知し、警告の声を上げた。これ以上近寄ってはならぬ。エスターク帝王が目覚めるまで今しばらくかかりそうなのだ。このままではエスタークが目覚めてしまう。アリーナが拳を握りしめた。勇者たちは武器を構え、魔物に立ち向かった。魔物をすべて倒し、彼らはついに地獄の帝王エスタークと対峙した。エスタークはまだ目を閉じていたが、その圧倒的な存在感が彼らを襲った。今だ。エスタークが完全に目覚める前に叩き込むんだ。勇者は叫び、仲間と共に攻撃を仕掛けた。エスタークがゆっくりと目を開き、怒りの方向を上げた。しかし彼らの連携と勇気がその猛威を押し返した。激しい戦いの末、勇者たちはエスタークを倒すことに成功した。すべては順調だった。地獄の帝王を倒せる勇者は排除したし、進化の秘宝も完成した。
ロザリーは人の目の届かないところにかくまった。そしてこれから地獄の帝王を迎えに行く。すべては順調だったはずだが、なぜ地獄の帝王が倒されているのだ。ミニデーモンが現れた時、嫌な予感がした。なんだこれは。なぜロザリーがこんな目に遭っているのだ。ピサロ様、来てくださったのですね。私の最後のわがままを聞いてください。どうか野望を捨てて、この私と。私は人間を。天空の城。勇者たちはアッテムトで手に入れたガスの壺をリバーサイドの男に渡し、ついに気球を手に入れることができた。気球は穏やかな風に乗って山奥にあるエルフの里へと向かった。そこには世界樹がそびえ立っており、その神秘的な姿は勇者たちの心を打った。里の住人たちに世界樹の上の方から3人で助けに来てほしいという声が聞こえるとの噂を聞いた彼らは世界樹を登ることに決めた。そこには傷ついた女性がいた。私はルーシア、天空より世界樹の葉を摘みに来たのですが、魔物に翼を折られてしまいました。私を天空のお城まで連れ戻してくれませんか。勇者たちはその頼みを快諾し、ルーシアを助けることを誓った。また彼女から天空の剣が世界樹にあることを聞き、これを発見した。これで彼らは天空の城に行くために必要な天空の装備を揃えることができた。天空の塔を登りきると、そこには荘厳な天空の城が広がっていた。ルーシアは感謝の言葉を残し去っていったが、代わりにドランという子供のドラゴンが同行することになった。そして天空人から勇者の出生の秘密が明かされた。その昔、地上に落ちた天空人の娘が木こりの若者と恋に落ちた。しかし天空人と人間の定めから、木こりの若者は雷に打たれ、娘は天空に連れ戻された。そして彼らの子供だけが地上に残された。その子供こそが勇者であった。勇者は自らの出生の秘密に驚きつつも決意を新たにし、天空の城を治める竜の神様マスタードラゴンに会った。全てを知る私でもデスピサロの進化を止めることはできない。しかし天空と人間の血を引く勇者なら進化した邪悪なものを倒せるかもしれない。そして勇者はマスタードラゴンから力を授かった。栄光への戦い。勇者たちは天空の城の雲の切れ間から降り、闇の世界へと向かった。闇の世界ではデスピサロが宮殿の周りに強力な結界を張り巡らせ、そこでさらに進化を続けていた。それを突破するため、魔物が守る各所の結界を一つ一つ打ち破っていった。最後に彼らは北東の祠にたどり着いた。そこを守るエビル・プリーストは不敵な笑みを浮かべていった。よくここまで来たが、全ては遅かったようだ。もうすぐデスピサロ様が魔族の王として目覚めるだろう。デスピサロ様の心にはもはや人間に対する憎しみしか残っておらぬはず。メイドの土産に教えてやろう。ロザリーをさらわせたのはこの私なのだ。その言葉に勇者たちは驚愕した。ピサロがロザリーを失ったのは部下の裏切りによるものだったのだ。エビル・プリーストを倒し、全ての結界が取り払われ、ついにデスピサロへの道が開かれた。人間たちによってロザリーを殺されてしまったピサロは、深い絶望と憎しみにより異形の怪物デスピサロになっていた。何も思い出せぬ。しかし何をやるべきかは分かっている。お前たち人間どもを根絶やしにしてくれる。デスピサロとの最後の戦いが始まった。戦いは激しく、デスピサロの肉体は吹き飛ばされても、また新たな肉体を再生し、より強大な力で襲いかかってきた。
デス・ピサロを倒すと闇の世界の崩壊が始まった。その時、光が差し込みマスタードラゴンが現れ、彼らを天空の城へと導いた。天空の城から見下ろす地上には徐々に平和が戻っていった。戦いの傷跡はまだ残っていたが、人々の心には新たな希望が芽生えていた。勇者たちは気球に乗り、それぞれの故郷に帰っていった。アリーナとブライ、クリフトはサントハイムへ、ライアンは再び守るべき人々のもとへ、トルネコは家族の待つ家へ、マーネとミネアは踊り子と占い師としてボンバーバラへそれぞれ戻っていった。そして勇者は一人故郷の村へと帰ることにした。バロン王国、その名はどこまでも響き渡る最強の軍事国家であり、その力を象徴するのが赤い翼と呼ばれる飛空艇団だった。セシルはその赤い翼の隊長だった。しかしセシルの心には一つの重い罪悪感が残っていた。それは魔導士の村ミシディアを襲撃し、無抵抗の魔導士たちからクリスタルを略奪したことだ。彼らは何の抵抗も示さず、ただその力を奪われるだけだった。バロンに戻ると、セシルは王に呼び出された。セシルは王に真意を問うてみたが、その言葉が災いし、飛空艇部隊長の任を解かれてしまう。そして新たな任務を与えられた。それはミストの谷に現れる幻獣の討伐と、ミストの村にボムの指輪を届けるというものだった。竜騎士隊長のカインが現れ、セシルの処遇に異を唱えたため、カインもセシルに同行することとなった。旅立ち。ミストへの出発前日、セシルが眠れずにいると、白魔導士のローザがやってきて、様子がおかしいと問いかけた。僕はミシディアで罪もない人々からクリスタルを奪ったんだ。この暗黒騎士の姿同様、僕の心も。ローザはセシルの言葉を遮るように否定した。赤い翼のセシルはそんな弱音は吐かないはずよ。私の好きなセシルは。そう言って彼女は部屋を出て行った。セシルは彼女の優しさに感謝しつつも、自分が暗黒騎士であることに引け目を感じ、ローザとは釣り合わないと心の奥底で思っていた。翌朝、セシルは決意を新たにし、
城の前でカインと落ち合った。かくしてバロン王国飛空艇団赤い翼の部隊長であった暗黒騎士セシルはその座を剥奪され、竜騎士部隊長カインと共に辺境の村ミストを目指し、霧深く立ち込める谷へとバロン城を後にした。召喚師の村。セシルとカインがミストの村を目指し洞窟を進んでいると、謎の声が引き返すよう警告してきた。すると霧が集まり幻獣の姿へと変わった。二人は躊躇なく幻獣に立ち向かった。幻獣を倒し洞窟を抜け、彼らはミストの村へとたどり着いた。するとセシルの持つボムの指輪が突然輝き始め、村全体が炎に包まれた。その時、村の一角から子供の泣き声が聞こえてきた。そこには倒れた女性にすがりついて泣いている少女の姿があった。村に来る途中、幻獣を倒したことで少女の母親の命を奪っていた。こんな殺戮を繰り返してまでバロン王に従う気はない。セシルがそう言うとカインも同意し、二人は少女を助けようとしたが、少女の悲しみと怒りは頂点に達し、彼女の力は暴走した。セシルが意識を取り戻した時、カインの姿はなく召喚師の少女が倒れていた。少女を休ませるため彼らはオアシスの村へと向かった。君を守らせてくれないか。セシルがそう話しかけても少女は名前すら教えてくれなかった。その夜、少女の命を狙ってバロン兵が襲ってきた。セシルはバロン王国に背くことにも構わず兵士たちを退けた。それを見ていた少女はようやく心を開き、セシルにリディアという自分の名を告げるのだった。翌朝、砂漠に女性が倒れていたという噂を聞いた。それはセシルの身を案じ、バロン王国を抜け出してきたローザだった。彼女は高熱病にかかり、命の危険にさらされていた。高熱病を治す方法を求め、セシルたちは砂漠の国ダムシアンへと向かう。ダムシアンの悲劇。ダムシアンへ向かう道中、賢者テラと出会い同じ目的地に向けて同行することになった。ダムシアン城が見えた時、飛空艇団が空襲を始め、城は一瞬で廃墟になった。中に入るとテラの娘アンナが倒れていた。そこに一人の男が現れる。テラは問答無用で彼に殴りかかった。お願い、二人ともやめて。アンナが二人を制止した。彼はこの国の王子ギルバートで、二人は駆け落ちをしていた。しかしゴルベーザと名乗る者が赤い翼を率いてクリスタルを奪っていったと語り、息を引き取った。ゴルベーザ、私がアンナの仇を取ってくる。テラはセシルの制止を振り払い、部屋を出て行った。弱虫、そんなことをしてもアンナは喜ばない。セシルたちは泣き崩れるギルバートを説得し、協力を得られることになった。ゴルベーザ。ギルバートの協力を得て砂漠の光を手に入れ、高熱病で寝込んでいたローザは意識を取り戻した。セシルはローザにダムシアンを襲ったゴルベーザが何者なのかを聞いた。ゴルベーザはセシルに代わって赤い翼を指揮するために呼ばれた人物。彼が来てからバロン王はますますおかしくなった。セシルが奪ったミシディアの水のクリスタル、そしてダムシアンの火のクリスタルが奪われたということは、次にファブールの風のクリスタルが狙われる。彼らはそれを阻止することにしたが、ファブールへ行くためにはホブス山の厚い氷の壁を破る必要があった。リディアは自分の村を焼き払った日にトラウマがあったが、それを乗り越え見事ファイアで氷の壁を打ち破った。そしてホブス山の頂上で魔物に襲われていた文句のヤンを助け、彼らは共にファブールを目指す。竜騎士の裏切り。ファブールに到着したセシルたちは、ファブールの兵士たちと共にバロンの襲撃を迎え撃った。そこでセシルの前に現れたのは、行方不明になっていたカインだった。共にバロンを抜けよう、そう誓ったカインはセシルに一騎打ちを申し込んできた。なぜだカイン。セシルの問いかけにカインは応じなかった。
そしてセシルは敗北してしまう。さらにそこにゴルベーザが現れた。ゴルベーザはローザと風のクリスタルを奪い去っていった。飛空艇弾を持つバロンはカイロが手薄だ。セシルたちはローザを救出するため船を使ってバロンに潜入することにした。ところが海を進んでいると幻獣リヴァイアさんが突如現れ、船は沈没させられてしまった。聖騎士の試練。セシルが目を覚ますと周りには誰もいなかった。そこはかつて自分が赤い翼として襲撃しクリスタルを奪った魔導士の村ミシディアだった。村に足を踏み入れると魔導士たちの視線は冷たく、彼に容赦なく魔法をかけてきた。村の長老を訪ねると静かに語りかけてきた。暗黒剣に頼っていてはお前自身も悪の心に染まってしまう。聖なる騎士になるため試練の山に向かうのだ。セシルが試練を受ける決意を固めると双子の魔導士パロムとポロムが同行することになった。彼らはまだ若いが強力な魔力を持ち道案内を務めてくれる。参道を進む途中セシルは賢者テラと再会した。テラもまたゴルベーザを倒すために伝説の魔法メテオを求めてこの山にやってきていた。二人は再会を喜び共に試練の山へ挑むことを決意した。試練の山を進むセシルたちの前にゴルベーザ四天王の一人土のスカルミリョーネが現れ、アンデッドの軍勢が襲いかかってきた。これを倒したがアンデッドの姿で再び襲いかかってきた。激しい戦闘の末完全に退けた。セシルたちが山頂にたどり着くと謎の声が響いてきた。我が息子よ、私の力をお前に授ける。まばゆい光がセシルを包み彼の姿はパラディンへと変わった。しかし鏡の中の暗黒騎士が動き出しセシルに襲いかかってきた。謎の声に従いセシルは暗黒剣に耐え続けた。その中で彼は過去の自分と決別した。暗黒騎士の幻影は消滅し彼は完全にパラディンとして生まれ変わった。同時にテラもまた忘れ去られていた呪文の数々を思い出し、そして封印されていた最強の黒魔法メテオも習得した。セシルは新たな力を手にし決意を固めた。バロンに戻りローザを救う。彼の目には揺るぎない決意が映っていた。バロン潜入。セシルたちがミシディアに戻った時、長老がセシルの剣にミシディアに伝わる言い伝えと同じことが書かれているのを発見した。竜の口より生まれし者、天高く舞い上がり闇と光を掲げ、眠りの地にさらなる約束をもたらさん。月は果てしなき光に包まれ、母なる大地に大いなる恵みと慈悲を与えん。セシルが出発しようとした時、長老はこいつの力になれって言ったじゃないか。お許しを。そう言ってパロムとポロムも引き続き同行することになった。セシルたちはデビルロードを通りバロンへとたどり着いた。そこで記憶喪失となっていたヤンと再会する。正気を取り戻したヤンが持っていた鍵を使ってバロン城に潜入することができた。バロン城に潜入したセシルたちはそこで近衛兵長ベーガンに出会った。しかしそれは魔物がすり替わった姿だった。ベーガンを倒しバロン王になったが、バロン王もまたゴルベーザ四天王水のカイナッツ王がなりすましていたのだった。そう、本当のバロン王はすでに殺されてしまっていたのだ。カイナッツを倒し飛空艇騎士のシドと合流できた。セシルたちは罠にはまり迫る壁に押しつぶされそうになってしまう。パロムとポロムはお互いに目を見合わせ決意の表情を浮かべた。アンちゃん、ありがとよ。お兄様ができたみたいで嬉しかったですわ。そう言ってパロムとポロムは迫る壁を止めるため自らに石化魔法ブレイクを唱えた。テラは石化を解除しようとエスナを唱えたが、自らの意志で石となった彼らの石化を解除することはできなかった。女だけの城。セシルたちはシドの飛空艇エンタープライズに乗り込み空へと飛び立った。そんな彼らの前に一隻の飛空艇が現れ、
中からカインが姿を見せた。ローザの命が惜しければトロイアの土のクリスタルと引き換えだと冷たく言い放ち去っていった。トロイアは美しい森と水の国で、その城は女性たちだけで守られていた。彼らはトロイアへと急行した。しかし彼らが到着した時、土のクリスタルはすでにダークエルフに奪われていた。セシルたちは磁力の洞窟へ向かったが、鉄製の武具が使えず苦戦を強いられる。そこへトロイアで演奏するギルバートのハープの音色が響き、ダークエルフの力を打ち消し始めた。セシルたちは再び立ち上がった。激しい戦闘の末、ダークエルフを倒し土のクリスタルを奪還した。命のすべてを魔力に。捕らえられたローザを救うためにはクリスタルが必要だった。土のクリスタルを手に入れたセシルたちのもとに再びカインが現れた。セシルたちはカインに導かれるままゾットの塔へと向かった。塔の内部は複雑で不気味な空間が広がっており、セシルたちは進むごとに数々の魔物と戦い、ついに塔の最上階へとたどり着いた。クリスタルをゴルベーザに渡し、ローザを解放するよう要求したが、ローザは帰ってこなかった。テラはゴルベーザを睨みつけ、激しい怒りと悲しみに満ちた声で叫んだ。テラは命のすべてを魔力に変え、伝説の魔法メテオを放った。凄まじいエネルギーがゴルベーザを襲ったが倒しきれず、クリスタルを持ち去られてしまった。テラはすべての魔力を使い切り、その場に倒れ込んだ。セシルたちは駆け寄り必死に呼びかけたが、テラの命の灯火はすでに尽きていた。メテオの衝撃が収まり静寂が訪れた時、カインの瞳に宿っていた狂気は消えていた。ローザを好きだった気持ちをゴルベーザに利用された。カインは罪悪感に苛まれながらセシルに心の内を明かした。そして彼らは囚われていたローザを救出した。あなたが来てくれると信じていたわ。君がいなくなって分かったよ。二人は再会を喜び合った。しかし喜びもつかの間、ゴルベーザ四天王の一人、風のバルバリシアが現れ、カイン、お前も寝返ったようだと霊障を浮かべて言い放った。寝返ったのではなく、正気に戻ったと言ってもらおうか。カインの目には再び勇気が宿っていた。バルバリシアとの戦いが始まった。彼女の守りは堅牢だった。カインの槍が風を切り裂く。カインは全ての力を込めて槍を振り下ろし、バルバリシアは叫びを上げ消滅した。再会。セシルたちはゴルベーザに全てのクリスタルを奪われたと思っていたが、実は闇のクリスタルがまだ存在していた。ゴルベーザの野望を阻止するため、彼らは闇のクリスタルがある地底世界へと向かった。地底に到着すると、目の前で赤い翼とドワーフの戦車隊が激しく戦っていた。その戦闘に巻き込まれ、飛空艇は制御を失い墜落してしまう。その先で彼らを迎えてくれたのはドワーフたちだった。地底には4つのクリスタルが存在していたが、そのうち2つはすでにゴルベーザの手に渡っていた。セシルたちは残るクリスタルを守るため、ドワーフたちと協力することにした。赤い翼に対抗するため、シドは飛空艇の強化作業に取り掛かった。その間、セシルたちは警戒していたが、ゴルベーザの配下であるカルコブリーナに侵入を許してしまう。セシルたちがカルコブリーナを倒した時、クリスタルルームにゴルベーザが姿を現した。クリスタルルームに現れたゴルベーザは8つのクリスタルを集め、月への道バブイルの塔を復活させることが狙いだと語った。セシルたちはゴルベーザに挑んだが、ゴルベーザが召喚した黒竜に敗北し、絶体絶命の危機に陥っていた。ここまでかとセシルがつぶやいたその時、突然霧が立ち込めてミストドラゴンが現れ、黒竜を瞬く間に消滅させた。驚くセシルたちの前に一人の女性が現れた。彼女はかつての仲間リディアだった。しかし彼女は以前の少女の姿ではなく、成長し大人になっていた。リヴァイアさんに襲われた後、限界へと連れて行かれたの。そこでは時間の流れが違うから。彼女の言葉に驚きを隠せないセシルたちだったが、リディアの加勢によりゴルベーザを退けることができた。しかしゴルベーザは片腕になりながらも7つ目のクリスタルを持ち去ってしまった。2人の犠牲。
最後のクリスタルは封印の洞窟にあり、封印を解く鍵がなければコルベーザも入れないことを知ったセシルたちは、この隙にクリスタルを奪還しようとバブイルの塔へ潜入する。塔の奥深くで待ち受けていたルゲイエ博士を倒して奪還しようとしていたクリスタルはすでに持ち出されていた。その上、暴走する巨大砲が戦車隊を狙っていることが判明した。その時、ヤンが自らを犠牲にする決意を固め、暴走する巨大砲の制御室に一人で命を懸けてこれを防ぐ。そして塔から脱出しようとする彼らを救ったのは飛空艇で迎えに来たシドだった。しかし赤い翼に追撃され、シドもまた自らの命を犠牲にする決断を下す。シドは飛空艇から爆弾を抱えて飛び降り、その爆発により地上へと通じる穴を塞いだ。二人の仲間を失ったセシルたちは深い悲しみに包まれた。エブラーナの忍者。セシルたちは奪われたクリスタルを取り戻すため、バブイルの塔へ道が通じるエブラーナへと向かった。エブラーナはコルベーザに滅ぼされた忍者の国だった。その復讐のために王子エッジはコルベーザ四天王最強のルビカンテに挑んだが、返り討ちにあってしまう。これ以上誰かが死ぬのは嫌と泣くリディアの涙を見て、エッジは心を動かされセシルたちと手を組む決心をした。エッジを仲間に加えたセシルたちは再びバブイルの塔へと潜入した。塔の中を進んでいくと、彼らの前に立ちふさがったのは魔物にされたエブラーナの王と王妃、つまりエッジの両親だった。卑劣な手段に怒りを覚えながらこれを突破し、再びルビカンテと対峙した。あれはルゲイエがやったこと、非礼を詫びようと言い、セシルたちを回復してくれた。その言動に驚きつつ正々堂々と戦い、ついにルビカンテを打ち倒した。竜騎士の裏切り。セシルたちはクリスタルを奪い返すことができず、敵の飛空艇ファルコンを奪ってバブイルの塔から脱出した。ドワーフの城へ戻ると、コルベーザが最後のクリスタルの封印を破るのは時間の問題だという知らせがあった。そこで一命を取り留めたシドに再会し、シドに改造してもらったファルコンで彼らは封印の洞窟に向かった。セシルたちはコルベーザより先に最後のクリスタルを手に入れることに成功した。しかし洞窟を出ようとしたところでコルベーザの声が響いた。カイン、帰ってこい。カインの目が一瞬曇り、セシルたちに緊張が走る。ローザが心配そうに声をかけた。カインは大丈夫だ、俺は正気に戻ったと答えたが、その直後カインはセシルからクリスタルを奪い取り、その場を去っていった。セシルたちは呆然と立ち尽くした。再び洗脳されてしまったカインの行動に失望と怒りが交錯した。月へ。コルベーザが8つのクリスタルを集め月への道を開いた。絶望の淵に立たされたセシルたちはドワーフの王から語られた魔導戦の伝説に最後の希望を託した。その伝説はミシディアで聞いたものと同じだった。セシルたちは急ぎミシディアへと向かい、伝説の祈りを捧げた。竜の口より生まれし者、天高く舞い上がり闇と光を掲げ、眠りの地にさらなる約束をもたらさん。月は果てしなき光に包まれ、母なる大地に大いなる恵みと慈悲を与えん。すると海底から巨大な船が浮上してきた。これこそが魔導船だった。セシルたちはこの船に乗り込み月へと向かった。月に到着したセシルたちは大きな館にたどり着いた。そこで彼らを待っていたのは風数屋と名乗る老人だった。セシルたちは驚きと好奇心でいっぱいになりながら風数屋の話に耳を傾けた。彼は月の民の歴史について語り始めた。はるか昔、火星と木星の間に存在した星が絶滅の危機に瀕し、その星の民は新たな住処を求めて宇宙をさまよった。やがて彼らは青き星を発見した。しかし青き星の民はまだ進化の途上にあり、その進化を見守るため長い眠りについた。それが月の民だった。風数屋の弟クルーヤは
魔導船に乗り青き星へと降り立った。彼は青き星の民と結ばれ、その結果生まれた子供がセシルだった。一方で青き星を焼き払って済めばいいと考える月の民がいた。彼の名はゼムス。ゼムスは思念を飛ばしてゴルベーザを操り、自らの野心を実現するための計画を進めた。それは月と青き星をつなぐ次元エレベーターを使って巨大な機械兵器バブイルの巨人を地球に下ろし、全てを焼き払うというものだった。セシルたちは風数屋と共にバブイルの巨人を止めるため急ぎ青き星へと戻った。しかし地上に降り立った瞬間、バブイルの巨人が起動し侵略を始めてしまった。その巨大な影が地平線に広がり地上を蹂躙し始め、その時空を覆う影が現れた。ドワーフ軍の戦車隊とバロンの飛空艇団がバブイルの巨人に立ち向かい始めた。そこにはシルフと共に戦うヤン、ミシディアの民と共に立ち上がったパロムとポロム、トロイアの民を率いるギルバートの姿もあった。仲間の協力でセシルたちはバブイルの巨人の潜入に成功した。彼らは力を合わせて巨人の内部を進み続け、ついに巨人の心臓部にたどり着いた。制御装置をセシルの剣が貫き、バブイルの巨人は停止した。するとそこにゴルベーザが姿を現した。風数屋がゴルベーザに力を送り込むと、彼の瞳から暗闇が消えた。風数屋はゴルベーザに父の名を尋ねた。父、クルーヤか。その言葉にセシルは驚愕した。これまで敵対していたゴルベーザは実の兄だったのだ。ゴルベーザは決着をつけると言い、風数屋と共にその場を去っていった。セシルたちも再び正気を取り戻したカインと共に彼らの後を追って月へと向かった。最後の戦い。月ではすでにゴルベーザと風数屋がゼムスとの激闘を繰り広げていた。もう一息じゃパワーをメテオ。いいですとも。二人は全力でメテオを唱えた。強烈な光が辺りを包み込み、ついにゼムスを倒した。しかし勝利の安堵もつかの間、ゼムスの憎しみが増大し、彼はさらに強大な存在ゼロムスとしてよみがえった。ゼロムスとの激しい戦いの中、ゴルベーザはクリスタルを手にして攻撃を試みたが、暗黒の道を歩んだ彼にはその力を使いこなすことができなかった。ゼロムスの圧倒的な力により彼らは次々に倒されてしまった。そんな絶望的な状況に光をもたらしたのは、遠く離れたミシディアで祈りを捧げる仲間たちだった。ミシディアの長老は皆に向かって声を上げた。今こそこの大地のために祈る時、皆の祈りをセシル殿のもとまで送るのじゃ。セシルはその祈りの力を受け取り、ゆっくりと立ち上がった。そして倒れたゴルベーザからクリスタルを受け取った。ゴルベーザは弱々しい声で言った。これをお前が使うのだ。アンちゃん、私たちの魔力を送るわ。二人の優しさが生きる力を与えた。みんな勇気をなせばなる。自分を信じろ。二人の願いが耐える力を与えた。精神を集中させろ。必ず帰ってくるのじゃぞ。二人の祈りが耐える力を与えた。月よ、光を与えたまえ。我が弟よ、お前に秘められた聖なる力をクリスタルに託すのだ。ゼロムス、正体を見せるがいい。セシルはクリスタルを手に取り、ゼロムスに向かって高々と掲げた。クリスタルの光がゼロムスの真の姿を照らし出した。戦いは熾烈を極めたが、セシルと仲間たちの絆と祈りの力でゼロムスを打ち倒した。
光と闇。ゴルベーザは自らの過ちを深く悔い、風数夜と共に月で長い眠りにつく決意をした。セシルはゴルベーザを見送り、その背中に向かって静かに言った。さよなら兄さん。ゴルベーザは一度振り返り、わずかな微笑みを浮かべて答えた。ありがとう。そして彼は風数夜と共に月の奥深くへと消えていった。世界に平和が訪れ、戦いの傷跡が少しずつ癒されていった。セシルとローザはバロン王国の新たな王と王妃となり、国を治めるための新たな責務を引き受けた。バロン城は再び繁栄し、かつての仲間たちが次々と訪れ、祝いの言葉を述べていった。しかし、ただ一人、カインだけは彼らの元を離れ、遠くから二人を見守っていた。はるか昔、多くの魔物を倒し、世界を救ったとされる英雄がいた。クジンシー、スービエ、ダンターグ、ノエル、ボクオーン、ロックブーケ、ワグナス。彼ら7英雄は世界を救った後、姿を消した。彼らはいつの日か再び現れ、世界を救うという。ここに始まるは遥かなる戦いの歌。偉大な帝国と麗しきアバロンの歌。そして代々の皇帝とその仲間たちの歌。今は昔、皇帝レオンの時、帝国はアバロンの小さな国に成り下がっていた。レオンは武勇に優れた第一王子のビクトール、学問に優れた第二王子のジェラールと共に戦い続けていた。そんなある日、七英雄の一人、クジンシーがバレンヌ帝国の首都アバロンを襲った。レオンはジェラールと共に遠征に出ており、残っていたビクトールが国を守るべくクジンシーと戦った。レオンとジェラールが戻った時、ビクトールは流し切りが完全に入ったのにと言い残し、息を引き取った。レオンはオアイーブという女魔導士を呼び出し、話し合いをしていた。ジェラールは兄を失ったことを受け入れられず、失意の中にいたが、レオンが現れジェラールに弔い合戦へ行くと声をかけた。ソーモンに侵攻しクジンシーと戦うが、レオンもソウルスティールを受けて敗北してしまう。死の間際、レオンは、お前が次の皇帝だ。お前はクジンシーと戦わねばならん。私の力を受け継いで戦うのだ。そう言って、オアイーブから教わった伝承法で志と能力をジェラールに伝え、息を引き取った。レオンはソウルスティールを見切っていた。ジェラールは再びクジンシーと対峙し、見事討ち取り、父と兄の仇を討った。そしてジェラールは正式にバレンヌ帝国の皇帝となった。ジェラール帝。南バレンヌを制圧するにはビクトール運河の要塞を攻略する必要があった。レオンの死から1年、ある夜、ジェラールが夜のアバロン市街を歩いていると、シティシーフが泥棒に入っているところだった。彼女が逃げたため後を追いかけると、魔物に襲われていたのでこれを助けた。お人よしね、皇帝さん。でも借りができちゃったわね。私に用があるときは酒場の親父に子猫のことを聞いてみるといいわ。そう言って彼女は去っていった。そこでジェラールはシーフギルドに運河要塞の内情を調べてほしいと依頼した。運河要塞に忍び込んだキャットはそこに魔物の軍団を見る。要塞は七英雄ボクオーンの配下バイカーの拠点であった。キャットの案内で要塞内部に潜入したジェラールはバイカーを倒し運河要塞を制圧した。帝国はビクトール運河を取り戻し、全盛時の領土を回復した。魔術師皇帝。バレンヌ帝国の皇帝は血統ではなく伝承法により選ばれる。帝国歴1110年、
伝承法により選ばれたのは宮廷魔術師のアメジストだった。アメジストは宝石鉱山の問題などを解決していき、領土と財政を安定させていった。ある日、アメジストのもとにカンバーランドのハロルド王から使者がやってきた。ハロルド王は後継者で悩んでいるということだった。王には長男で武勇に優れたゲオルグ、長女で知略に長けたソフィア、優しい心を持ち人を引きつけるトーマという3人の子供がいた。3人の子供に会った後で再びハロルド王に会うと、王から後継者を選んでほしいと相談を受けたが、それはハロルド王自ら決めることだと答えた。すると翌日、ハロルド王の訃報が届く。ハロルド王は次の王を決める前に急死してしまった。大臣のサイフリートがハロルド王の遺言状を預かっていて、後継者は末っ子のトーマとなった。そして新王に反旗を翻そうとしている長男のゲオルグに討伐命令が下った。そこでバレンヌの皇帝アメジストは和平の使者としてゲオルグのもとへと向かう。するとそこに長女のソフィアが現れ、これはサイフリートの謀略だと暴き、トーマが宮殿の地下に監禁されていることを教えてくれた。アメジストがトーマを救出し、サイフリートを追い詰めると、彼はカンバーランドを支配し七英雄に取り入ろうとしていたことを自白した。アメジストの活躍でサイフリートの謀略は打ち破られた。ゲオルグとソフィアは聖騎士団を結成し、ホーリーオーダーとして皇帝に忠誠を誓った。トーマはカンバーランドの支配権を皇帝に献上したため、この地は帝国の領土となり、トーマが統治することとなった。聖騎士皇帝。その村は巨大なアリに侵略されていた。帝国歴1314年、ホーリーオーダー出身の皇帝ピーターがサバンナを訪れた時、いくつかの村が人間ほどの大きさもあるシロアリのようなモンスターに襲われ占領されていた。そしてまだ襲われていないサバンナの村に泊まった夜、アリだという悲鳴が響いて、地下から巨大なアリのモンスターが侵入してきたのだ。迫り来るアリを打倒しながら、奴らが侵入してきた穴に決死の思いで飛び込む。するとその穴の中でモール族と出会った。彼らもアリに襲われ、残すは2人だけとなっていた。そして皇帝は穴の奥で卵を産む女王アリを発見した。皇帝はモール族と協力し、見事アリの女王を打ち倒し、サバンナの平和を取り戻した。生き残ったモール族とサバンナの人々は帝国に忠誠を誓った。マーメイド村には美しい踊り子がいるという噂が皇帝ピーターの耳に入った。帝国歴1314年、皇帝ピーターはサバンナの兵隊の他に武装商船団とも同盟を結び、着々と実績を上げているところだった。ピーターが冒険者のふりをして酒場に行くと、そこには美しい踊り子タニアがいた。タニアに惹かれ酒場に通い詰めるピーターだったが、タニアは海へ去ってしまう。彼女の正体は陸地に焦がれる人魚であった。ピーターはタニアが忘れられず、どんな薬でも作れるという魔女を訪れる。そこで人魚薬のことを知り、その材料であるウミツバメの巣、卵の殻、アクア湖の水を集めた。アクア湖の水は月光の櫛と交換することになり、月の光を集めた。そして人魚薬を完成させたピーターは海中までタニアを追い、そのまま消息を絶った。海賊皇帝。ステップに現れた巨大な地上戦艦は薬草を取り尽くし麻薬を製造していた。帝国歴1526年、皇帝マゼランはステップに住むノーマットたちと共に地上戦艦に攻撃を仕掛けたが、地上戦艦の装甲と大量のモンスターを攻略することができなかった。マゼランがアバロンで地上戦艦の攻略法を検討していると、シゲンという男が作戦を提案してきた。彼の策は、帝国も地上戦艦を建造し、これをおとりにしてモンスターが攻めてきたところでマゼランが地上戦艦に忍び込むというものだった。作戦は成功し、マゼランたちが地上戦艦に潜入すると、そこにいたのは七英雄の一人僕音だった。そして手薄になった守備の隙を突き、マゼランは見事僕音を打ち倒した。
帝国はステップを平定し、ノーマットは皇帝に忠誠を誓った。遊牧民皇帝。コムルーン島の人々は活発な活動を続ける火山に困っていた。帝国歴1645年ノーマット出身の皇帝ベスマはヒラガの発明したコッペリア、重装歩兵のウォーラスと共にコムルーン島を訪れた。島の奥にはサラマンダーの町があることが分かり、良い対処法がないか聞いてみることにした。サラマットで見つけた石の船で溶岩の川を渡り、サラマンダーの町にたどり着いた。しかしサラマンダーに話を聞いても良い手段はなさそうだった。町に戻ると火山の研究をしている魔導士がいるということが聞けた。魔導士に会いに行くと、彼は町の人のために火山を止めることができるアイスシードというアイテムを作ったが、魔物がたくさんいる火口に行かないと使えないとのことだった。ベスマはその危険な役を引き受け、火口までたどり着き無事に溶岩を止めることができた。この活躍によりコムルーン島は帝国の統治を受け入れ、帝国は領土を拡大した。エイルネップには美しい女王がいた。帝国歴1646年、皇帝ベスマは密林地帯の町エイルネップにたどり着いたが、そこには男性しかおらず、女性はどこか別の場所に出て行ったようだった。男性たちは口々に美しい女王のことを称賛したが、女王はモンスターがいる塔に閉じ込められていた。モンスターを倒しながら塔を登り、女王に会うと神殿の守護者を倒してほしいと依頼された。途中で助けたアマゾネスのジャンヌの協力もあり、守護者を倒すと女王は神殿の奥へと入っていった。そこには2つの塔による柔術場は別次元へ移動するのに十分な安定性があるという謎のメッセージが残されていて、もう一つの塔があることが分かった。その塔に向かうと、そこで女王と戦うことになった。彼女の正体は七英雄の一人ロックブーケだった。ベスマたちは苦闘の果てにロックブーケを打ち果たした。悔しいわ、やっと塔の秘密をつかんだのに。そう言ってロックブーケは果てていった。人形皇帝。コムルーン島で謎の地震が多発しているとの知らせが入った。帝国歴1773年、皇帝となったコッペリアは前皇帝のベスマと解決した件と関係がないか心配になっていた。サラマンダーの町に行くと大きな噴火が起こりそうだと言われ、島の住人たちを直ちに避難させた。そしてサラマンダーからは、この状況を打開するには火口を固めた岩を割るしかないと言われたが、この作業は大変な危険を伴うものだった。頂上で火口を固めた岩を割ると溶岩があふれ出し、コッペリアは溶岩に飲み込まれたが、かろうじて脱出できた。町は火山灰があふれる元の姿に戻ってしまったが、大噴火は阻止することができた。この功績によりサラマンダーたちは皇帝に忠誠を誓った。そしてこの一連の事件は魔導士が故意に噴火を起こし、隠された魔導書を取り出そうという策略だったことが分かり、魔導士を懲らしめた。この衛兵皇帝。東の大国ヤウダにはワグナスが侵攻していた。帝国歴1895年、皇帝ディアナはヤウダを治めるアト王に謁見を申し出たが拒否されてしまう。アト王はワグナスと同盟を組み、帝国とワグナスを共倒れさせようとしていた。ヤウダの重臣石州祭はその同盟に反対するが、その進言は聞き入れられず、首都チョン島にはモンスターがあふれ返ってしまう。このため家臣たちはアト王を見限り離れてしまうが、忠義を尽くす石州祭だけはアト王のもとに残った。ディアナがチョン島のモンスターを倒して回っていると、その前に石州祭が現れ、一騎打ちを申し込まれる。ディアナは石州祭を破り、アト王は国を追放された。石州祭の孫ジューベイは祖父の遺言により皇帝に忠誠を誓った。ヤウダを平定した皇帝はワグナスの本拠地である白露城へと乗り込んだが、ワグナスは城を宙へ浮かせ逃げていった。ディアナは詩人がチカパ山でイーリスに会ったことがあり、5つの楽器でイーリスの心を和ませた
という情報を頼りに仲間と共に詩人の楽器を探すことにした。世界各地に詩人の目撃情報があった。コムルーン島のサラマンダーの町でギター、サバンナのモール族の住処でコンガ、ヌオノの武装商船団でファゴットを手に入れた。サイゴ族の村でも詩人が洞窟に楽器を落としてきたという情報を聞き、洞窟に入るとそこには七英雄のダンターグがいた。ダンターグはひたすら強さを求めて大型のモンスターを吸収しているところだった。圧倒的な力の前に苦戦しながらもなんとかこれを打倒し、詩人のフルートを見つけることができた。最後の一つはアバロンの宿屋に忘れられたホルンを見つけ、5つの楽器を揃えることができたが、いろいろなところに楽器を忘れている詩人が心配になった。ディアナたちが5つの楽器を使ってチカパ山で演奏すると、イーリスが現れ村に招待してくれた。そして浮遊城へ連れて行ってほしいとお願いすると快諾してくれた。イーリスの協力でディアナたちは浮遊城に乗り込むことができた。しかし帰り道はなかったため、迷路のような浮遊城の道のりは無限に続くような錯覚に陥った。そしてとうとう七英雄ワグナスの前にたどり着いた。ワグナスは楽しめたかというふざけた質問をしてきたので、十分楽しんだと答えると戦闘になった。七英雄のリーダーだけあり戦いは激しいものだったが、仲間の協力によりこれを打倒した。そして248年後、一人の男が皇帝となった。帝国歴2145年、新たに即位した皇帝のもとに一通の手紙が届いた。そこにはレオンの封印したダンジョンで待つ苦人誌と記されていた。そこへ一人の魔導士が現れた。それは初代皇帝レオンのもとへ現れたオアイーブだった。不思議なことに彼女の容姿は1000年以上前と変わっていなかった。そして彼女は七英雄の秘密について語った。七英雄の本体は別にあり、その本体を倒さないことには彼らは何度も復活してしまう。さらに伝承法に限界があり、彼が最後の伝承者であると告げられた。セレス、ソウジ、マリアと共に封印の洞窟へ行くと、その奥にクジンシーがいた。クジンシーもさらに強力な力を手に入れていたが、総力を挙げて戦いクジンシーを打ち果たした。忘れられた町。皇帝はオアイーブの待つ忘れられた町へとやってきた。その町の住人から古代人と七英雄の過去について明かされた。今よりはるか昔、栄えていた文明があった。彼ら古代人は人類よりも寿命がとても長かった。しかし肉体はいつか朽ち果ててしまう。そこでより長く生きるため、自分の魂を他の肉体になじませ、相手の肉体を乗っ取って寿命を延ばす同化の法を発明した。そうなると強力なモンスターは彼らにとって大きな脅威だった。そのモンスターに立ち向かおうとした者が2人いた。それがワグナスとノエルだった。ワグナスとノエルは同化の法を強める研究をしていた。同化の法を超える新たな秘術だとワグナスは疑わしげな声を上げた。そうだ、単に肉体を同化するだけでなく、その能力や知識までも取り込むのだ。ワグナスは目を輝かせた。それはすごいな。吸収の法とでも呼べばいいのか。ノエルは少し考えてから続けた。そうだな。ただこれには大きなリスクがある。吸収した相手の性格や経験に自分の方が影響を受ける可能性がある。ノエルは静かに言った。殺人鬼を吸収すれば殺人が快楽になるかもしれないということだ。ワグナスは笑った。望むところだ。その程度の覚悟なくして世界を救うことなどできようか。世界が救われれば我々がどうそしられようが構わんさ。ワグナスとノエルは同化の法を改良し、モンスター相手にも同化の法を使えるようにしたばかりか。モンスター側の力もそのまま自分のものに取り込めるものにした。これが吸収の法だった。7人の仲間。2人は仲間を集め、その力を分け与えていった。ワグナスはいとこのスービエにこのことを伝え、協力してもらうよう持ちかけた。
スービエ、この先も私と共に戦ってくれるか。危険があるのはノエルの説明した通りだ。ワグナスの顔から笑みが消えていた。聞くまでもないだろうとスービエは豪快に笑った。ノエルの言う難しいことはよくわからんが、俺はお前を信じるだけだ。それで十分だろう。3人は互いに微笑を交わし、一気に杯を開けた。ノエルには妹のロックブーケがいた。ロックブーケはこの計画を知ると、自分も仲間入りして戦おうと志願した。私は邪魔なの、お兄様。彼女の目はみるみるうちに涙でいっぱいになった。ノエルは君の身を案じているだけだ。邪魔だなんて思ってはないよ。ワグナスの慰めも火に油を注いだ。ワグナス様まで私をのけ者にするのね。ひどいわ。ここまで一緒に来たのに。こうなると止めようがないのをノエルはよく知っていた。ワグナス、この子も仲間に入れてやってくれ。ノエルは妹をこのような過酷な戦いに巻き込みたくない理由から拒絶したが、自分を仲間外れにするのかとせがむロックブーケに根負けし、吸収の法を伝授した。また自ら志願する者もいた。暴れ者のダンターグは単純に強さを求めて吸収の法に目をつけた。強くなれるんだろう。望むところだ。ダンターグの答えは簡単だった。強さ以外のものまで吸収してしまうかもしれないぞ。優しさとか愛とか。ノエルは茶化すように言った。吸収する相手を選ぶだけだ。純粋に戦いだけを求めているやつ、狂犬や怪物のようなやつを吸収してやるさ。俺様もそうだがな。ダンターグの大きな笑いが響いた。ずる賢い牧音は頭脳派であることを理由に参加を持ちかけた。どうして私に声をかけないのですか。ワグナスとノエルは顔を見合わせた。君はこういうことには興味がないだろうから。ノエルの言葉を牧音は遮った。君たちの人選は明らかにミスだ。戦略に欠けている。ダンターグ、スービエは力が強いだけだし、ロックブーケの必要性はゼロだ。このグループには私のような頭脳が必要とされている。君にはわかるよね、ワグナス。そんな中、招かれざる志願者もいた。嫌われ者のクジンシーだった。俺を置いていかないでくれ。クジンシーは叫んだ。虫けらが。ダンターグは軽蔑して唾を吐いた。お前は戦力にならん。牧音は相手にしなかった。やめてよ、寄らないでよ。ロックブーケは気味悪がった。お前は来なくていい。スービエは厳しく言った。君は十分働いた。ワグナスの優しい声には拒絶があった。頼むよ、俺にも力をくれよ。クジンシーはノエルにすがりついた。最後はノエルが同情し、クジンシーに吸収の法を伝授した。英雄の記憶。こうして吸収の法を得た7人はモンスターを次々と駆逐していき、やがて七英雄と呼ばれるようになった。戦をなくすため戦をするというのか。もっと賢く立ち回ったら良いものを。英雄の居場所など戦場以外にありはしない。戦をなくせば貴様らは自らの居場所もなくすのだ。せめてもの情けだ。七英雄、戦場で散れ。吸収の法の影響で戦いを続ける中で、彼らは自分を失っていく。貴様らのその異形の姿、魔物を取り込んだのだな。他者の血肉を我が物とする、なんと邪悪な術よ。これほどの力を得るために一体いくつの生命を食らってきたのだ。罪深き英雄よ、その罪ごと貴様らを食らってやろう。何人もの意識が混ざっているな。本当のお前は、最初のお前は一体どこにいるんだ。志を問うのも馬鹿らしい。どうかの方で永遠の命か。それは能力かね。私には呪いに見える。汎用の肉体にいびつな魂、哀れなり七英雄。魔物を吸収する前の最初の本当の貴様らは一体どこにいるのだ。その呪いから解放してやろう。死をもって我らを倒して世界を救うだと。笑わせるな。世界に生きるは人のみにあらず、貴様らには聞こえぬのか。大地の震え、風の鳴く声。いずれ世界は大きく変動する。
魔物の信仰も世界の変動も自然の断りを破り続ける貴様らへの神の裁きと知れ。そう、古代人が寿命を無理やり伸ばそうと手を出した同化の法自体が自然の摂理をねじ曲げモンスターを生み出していた。古代人がモンスターに襲われ異常気象によって追い詰められていたのは因果応報だったのだ。英雄の追放。七英雄は強大なモンスターを駆逐した。しかし世界には異常気象が頻発し、このままこの世界に住み続けること自体が危険な状況となっていた。そこで古代人たちは別次元へと逃げるため転移装置を開発していた。ここで事件が起こる。古代人たちは別次元へと逃げるための転移装置の実験と称し七英雄を呼び出した。自分たちが逃げる予定の世界とは違う全くの別次元へと追放するために転送させてしまった。モンスターがいなくなった今、七英雄は古代人にとっての新たな脅威となっていた。世界を救うために戦ってきた仕打ちがこれだった。クジンシーの後に戦ったスービエはこう語っていた。我々は世界を救った。だが救われた連中は強くなりすぎた我々を恐れて別の世界へ追放したのだ。数千年後苦労して帰ってきてみると奴らも違う世界へ行ったようだ。奴らはどこへ行ったのか探しているのさ。復讐のために。オアイーブはこう語った。私たちは彼らを追放しました。実験中だった次元転移装置を使ってどことも知れぬ別世界へ追い払ったのです。私も辛かったのです。その責任を感じて私はこの世界に残りました。あの人たちがいつか帰ってくると思いましたから。ただ数千年の時は彼らから英雄の心を奪いました。今の彼らは7匹のモンスターでしかありません。私たちは彼らに殺されても仕方ありません。しかしあなた方に罪はありません。あなた方には身を守る権利があります。ですからその手段として伝承法をお教えしました。最後の戦い。帝国歴2147年、皇帝のもとに大氷原にモンスターが集結しているとの情報が入った。それは七英雄との最終決戦を予感させた。皇帝は出陣し大氷原の奥にあるダンジョンへと突入していった。長い迷宮の奥にはノエルが待っていた。ワグナスと七英雄を結成した彼は最後の一人となり、この先にある本体を守っているのだろう。ついに来ましたね、皇帝陛下。ロックブーケの敵を取らせてもらいますよ。そして戦闘になった。すまん、ワグナス。誓いは守れそうにない。ノエルを打ち破ると彼はその奥へと下がっていった。その奥には七英雄の本体があった。ブヨブヨとした球体の中から次々と七英雄たちが現れ激しい戦いとなった。皇帝たちは帝国の総力を挙げ戦った。そして1000年以上の長い戦いについに終止符を打った。それで皇帝陛下はどうなったの？陛下はアバロンに戻ると自ら退位して帝国は共和国に変わったんだ。共和国？もう少し大きくなればわかるよ。いかがでしたか陛下。君の歌は素晴らしかったよ。だが陛下と呼ぶのはやめてくれ。もう私は皇帝ではない。アバロンの人々にも忘れられた歌の中だけの存在さ。16歳の誕生日の朝、母に起こされ、僕は旅立ちの報告をするためにお城に向かった。かつて大国だったアリア藩は小さな国になってしまったが、それでも人々は幸せな日々を送っていた。ところが突然現れた魔王バラモスによってその平和も打ち砕かれた。僕の父オルテガは
世界の平和を取り戻すためにガラモス討伐の旅に出たが、火山に落ちて消息を絶ったそうだ。その時王様も国民も大いに落胆したけど、母は私たちの子供がきっと意志を継いでくれるでしょうと言ったと聞いている。そして十数年の月日が経ち、今日旅立ちの日を迎えた。お城に着くと王様からねぎらいの言葉があり、支度金を受け取った。そして共に冒険する仲間を求めてルイーダの酒場へと向かった。僕は期待に胸を膨らませ、酒場の扉を開いた。魔王の討伐には強力な仲間が必要だ。強そうな舞踏家とか、お前はまだ子供だろ。賢そうな魔法使いとか、勇者の息子が優秀とは限らんぞ。癒してくれる僧侶とか。オルテガの息子を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろう。この人はやめておこう。なかなか仲間になってくれる人が見つからず、お店の女の子に声をかけてみた。いいよ。と遊び人のララは2つ返事で引き受けてくれた。また嵐で船が流されて困っていた商人のハンさんは、ちょうどこの大陸から出る方法を探していたところだと同行してくれることになった。そして僕らは旅立った。スライムとの戦闘に何とか勝利した時、僕らを呼び止める声がした。その程度の魔物に苦戦するとは死にに行くつもりか。君を見殺しにしたとなっては君のお父さんに顔向けできない。そう言って僧侶のリリアさんも一緒に行ってくれることになった。ここから僕らの冒険が始まる。馴染みの塔では盗賊の鍵、レーベの村では魔法の玉を手に入れて冒険を進め、いざないの洞窟の奥で奇妙な渦を巻く床を発見した。これが旅の扉か。リリアさんがつぶやいた。みんなで顔を見合わせ旅の扉に飛び込んだ。視界が歪んでいき、気がつくと先ほどとは全く違う部屋にいた。部屋から出ると目の前には草原が広がり、遠くにアリア藩ではない城が立っているのが見えた。盗賊カンダタ。遠くに見えた城はロマリア城だった。お城まで行くとその広さと活気に圧倒された。賑やかな商店や強力な武器防具、大きな宿屋、そして闘技場。アリア藩では見られなかったものが数多くあった。そんな中、ロマリア王から盗賊に盗まれた金の冠を取り戻してほしいと頼まれた。そこで僕らは盗賊が根城にしているという塔へと向かった。塔の最上階で盗賊を見つけたが、罠にかかって逃げられそうになってしまった。しかしなんとか追いついて盗賊を懲らしめ、金の冠を取り戻した。盗賊のカンダタはしつこく命乞いをしてきたので、根負けし見逃してやることにした。金の冠をロマリア王へ返すと大変喜んで、王の位を譲ってくれると言ってくれた。でも僕にはすべきことがある。丁寧に断り、僕らはロマリアを旅立った。エルフの呪い。奇妙なことにその村の住人たちは皆眠っていた。村で唯一起きていた老人に話を聞くと、エルフの呪いだという。エルフの隠れ里に行き、女王に理由を聞くと、娘のアンと村の青年が里の宝を持って駆け落ちをしたという。女王は娘が人間に騙されたと怒っていて、その罰として村に呪いをかけたということだった。僕らが西の洞窟に行くと、そこにはエルフの宝、夢見るルビーと娘から女王に宛てた手紙が残されていた。お母様、先立つ不幸をお許しください。エルフと人間、この世で許されぬ愛なら、せめて天国で一緒になります。なんと、アンと男は地底の湖に身を投げたというのですか。おお、私が二人を許さなかったばっかりに。
彼女は自らの行いを悔やみ、目覚めの粉をくれた。こうして僕らはノアニールの村にかかった呪いを解くことができた。パフパフした日、アッサラームにはパフパフ屋があった。僕は宿屋を抜け出し、一人で夜の街を歩いていると、パフパフに誘われた。ついていくと、そこはベッドが一つ置いてある狭い部屋だった。そして明かりを消していいか聞かれた。パフパフ、パフパフ。これは。どうだ、坊主。わしのパフパフはいいだろう。明かりがつくと目の前にいかつい男がいた。私のお父さんよ。パフパフがとっても上手なの。どう？肩こりが治ったでしょう。また来てね。そう言われて、僕は宿屋に戻った。翌日パーティーで話し合いがあった。店を持ちたい商人のハンはアッサラームに残りたいと言い、ピラミッドに眠る武器を探している舞踏家のマオが同行したいとのことだった。話し合いの結果、ハンと別れ、マオが仲間に加わることになった。別れを惜しみながらも、僕たちは砂漠へ向けて旅立った。そこでモンスターの群れと戦闘になった。カニのモンスターの外角は非常に硬く、物理攻撃が通りづらい上に、スクルトを唱え、守備力をさらに強化してきた。ここまでやられると、マオの攻撃も全く通らなかった。こうなると魔法の出番だが、猫のモンスターに僕とリリアの魔法を封じられてしまった。手も足も出なくなった僕は逃げ出した。ボロボロになりながらもなんとかイシスにたどり着いて、みんなを蘇らせることができた。ピラミッドの惨劇。冒険を進めるには魔法の鍵が必要だった。魔法の鍵を求め僕たちはピラミッドにやってきた。ピラミッドはとにかく難解な迷路となっていて、まともに最上階を目指すだけでも一苦労だった。イシスで聞いたわらべ歌に隠されていた謎を解き、ピラミッドの3階にたどり着くと、魔法の鍵を手に入れることができた。そして帰り道の通路で地下に進む階段を見つけた。舞踏家のマオが探している宝があるかもしれないと、僕らは地下深くに進み、棺にしまわれた黄金の爪を見つけた。マオが吸い寄せられるように黄金の爪を手に取ると、返せという不気味な声が響き渡った。そしてあちこちの通路から大量のミイラ男やマミーが押し寄せてきた。魔法が使えず、倒しても倒しても押し寄せてくるモンスターに黄金の爪を諦め、ボロボロになってピラミッドを脱出した僕らはイシスの町に戻るのだった。この国、イシスは美しい女王が統治していた。ピラミッドで魔法の鍵を手に入れたので、みんなが寝静まった夜、僕は女王の寝室に忍び込んだ。人目を忍んで私に会いに来てくれたことを嬉しく思いますわ。何もしてあげられませぬが、贈り物を差し上げましょう。そう言って祈りの指輪をくれた。さあ、もうお行きなさい。こうして僕らは次の冒険へと旅立った。海を越えて。海を渡るには船が必要だった。ポルトガ王に謁見すると、東の果てに売っている黒胡椒を持ってくれば船をくれると約束してくれた。東の果てのバハラタの町へ行くと、黒胡椒屋は休業していた。それは店主の娘が盗賊にさらわれてしまったためだった。盗賊のアジトに乗り込もうとする娘の婚約者グプタの後を追って、僕らも乗り込んでみると、そこにいた盗賊たちの格好に見覚えがあった。ロマリアで懲らしめたカンダタ一味だった。カンダタを再び懲らしめ、グプタとその婚約者を助け出した。カンダタは今度こそ改心するとしつこく言ってきたので、また見逃すことにした。そしてグプタから黒胡椒を譲ってもらった。ポルトガに戻り王様に黒胡椒を渡すと、約束通りの立派な船を譲ってくれた。僕らはこの船でさらなる冒険へと漕ぎ出していった。
ある日、自らの職業を変えられるというダーマ神殿へたどり着いた。そこでガルナの塔で手に入れた悟りの書を使ってリリアが賢者に転職した。そしてなんと遊び人のララは悟りの書なしに賢者に転職した。ところが格好は変わらなかった。理由を聞いたら、こっちの方が可愛いからと言っていた。そして旅を続けていたある日、レイアムランドという島にたどり着いた。そこにあった祠には不思議な双子がいて、大きな卵を守っていた。世界に散らばる6つのオーブを集めると伝説の不死鳥がよみがえるらしい。僕たちはオーブを求めて世界中を旅することになったが、マオは別の目的があると言い、ここで別れることになった。オーブを求めて旅する僕らは、ある夜、奇妙な村に立ち寄った。村の建物は破壊されていたが、なぜか住人は平然と生活していた。僕たちは疲れていたため、宿屋で休ませてもらうことにした。そして次の朝、不思議なことが起こった。村には誰もいなくなっていたのだ。村を探索すると牢屋の中に屍を見つけた。そしてその傍らに、生きているうちに私が持っているオーブを渡したかったと書き残されていた。そして武器屋の2階で見つけた闇のランプを使うと夜になった。すると住人は戻ってきていた。ここはすでに魔物に滅ぼされた村だったが、夜になると魂だけ戻ってきているようだった。その後、浅瀬の祠で最後の鍵を手に入れてこの村に訪れた時、牢屋にいる囚人からグリーンオーブを受け取ることができた。狂気の王。サマンオサの王は狂っていた。この国では王への不平を言っただけで死刑になってしまうという状態になっていた。優しいと評判だった王様がなぜ突然変わってしまったのか、僕らはそれを確かめるため王に会いに行ったが、不審がらで逆に牢屋に入れられてしまった。王の表変を疑問に思っている衛兵の協力で牢を抜け出し、牢屋の奥に行ってみると、自分こそが王だという男が囚われていた。彼によると今の王は何者かが化けているという。僕らは真実を映すラーの鏡を手に入れ、それを持って夜の城に忍び込んだ。寝ている王の姿をラーの鏡で見てみると、そこには魔物の姿が映っていた。王様がおかしくなったのは魔物が化けていたからだったのだ。僕らは魔物を倒し、本物の王様を助け出した。そして王様の提案で戦士のジーナが旅に同行してくれることになった。嵐の夜。嵐の日、巨大なイカのモンスターの群れに襲われた。巨大なモンスターだけあり、しぶとかったが、力を合わせて対峙することができた。しばらく航海を続け、船は海賊のアジトへとたどり着いた。そして海賊たちを率いているボスに会った。女のあたいが海賊のお頭なんておかしいかい？ずいぶんはっきりと言ってくれるじゃないの。でもそこが気に入ったよ。ところであんた、魔王を倒すために旅をしてるって本当かい？そうか、本当なんだね。それが実現するかどうかは分かんないけど、もし倒せた暁には
ぜひまた寄ってくれよな。翌日訪れると海賊たちはどこかに行っているようだった。そして地下の倉庫でレッドオーブを見つけることができた。卑弥呼の秘密。ジパングは卑弥呼というとても美しい女王が統治をしていたが、毎年卑弥呼が指定した若い娘を生贄としてヤマタノオロチという化け物に捧げなければいけなかった。僕らは今年の生贄に選ばれてしまった少女にヤマタノオロチを退治することを約束した。灼熱のマグマが流れる洞窟の奥でヤマタノオロチを発見した。そして死闘の末、致命傷を負ったヤマタノオロチは洞窟の奥に逃げていき姿を消した。そこには旅の扉が隠されており、勇気を出し飛び込むと、そこは卑弥呼の屋敷だった。屋敷では卑弥呼が大怪我を負って帰ってきたということで大騒ぎになっていた。卑弥呼は声を潜めて僕らに正体を秘密にするよう持ちかけてきたが、断るとたちまち本性を表し襲いかかってきた。そしてとうとうヤマタノオロチを倒すことに成功した。僕たちは卑弥呼の部屋に残されていた紫色のオーブを手に入れ、次なる冒険に旅立った。悪徳商人。これは少し前の話。僕らの仲間の話。ある日、新たな町を作りたいと考えている老人から商人を紹介してほしいと相談を受けた。僕らは以前共に旅をした商人の藩を紹介することにした。彼らは意気投合し、早速村づくりに取り掛かった。しばらくして近くを通りかかった時、そこは村ではなく立派な町へと発展していて、藩の家は立派な屋敷になっていた。藩の詳細に驚いたが、町の人に聞いた藩の評判が良くないことが気がかりだった。そして次に町を訪ねた時に悲劇は起こっていた。藩の悪辣さに不満をためた住人たちによって牢屋に捕らえられていた。藩はみんなのためを思ってやってきたと落ち込んでいた。そして彼に教えてもらった場所にはイエローオーブが隠してあった。投獄されながらも僕らの旅に必要なものを隠しておいてくれた藩は紛れもなく僕らの仲間だったと実感した。大空はお前のもの。オリビアの岬は亡霊となったオリビアの呪いで通ることができなかった。オリビアは恋人のエリックを待っているようだった。僕らは変化の杖と引き換えに手に入れた船乗りの骨で幽霊船を発見し、そこに乗り込んだ。幽霊船で見つけた愛の思い出を使うとオリビアの呪いが解け、岬から先に進めるようになった。そして岬の奥にある祠の牢獄でガイアの剣を見つけた。ガイアの剣を火山の火口に投げるとたちまち噴火し、流れ出た溶岩がネクロゴンドまでの道となった。そしてネクロゴンドの祠でオーブを手に入れることができた。さらにランシールでオーブを手に入れた僕らはレイアムランドへと向かった。オーブを祭壇に捧げると卵がまばゆく光り始めた。大空はお前のもの。舞い上がれ空高く。ラーミアは復活した。僕らはラーミアの背に乗り、大空へと羽ばたいていった。そしてバラモス城へと向かった。周りを険しい山に囲まれた邪悪な城は僕らを待ち構えているように開かれていた。城にうごめく多くの魔物たちを蹴散らし奥へと進んでいく。そして城の最王の王座に魔王バラモスはいた。ついに来たか。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと身の程をわきまえぬ者たちじゃ。もはや再び生き返らぬよう貴様の腹渡を食らい尽くしてくれよ。バラモスはそう言うとその強力な力で襲いかかってきた。バラモスとの戦いはまさに死闘だった。ジーナはバラモスの鋭い爪を受け、リリアはバラモスの吐く火炎を防いでくれた。ララが決死の行動で作ったチャンスでようやくバラモスにとどめを刺すことに成功した。バラモスを打ち倒した僕らはこのまま世界が平和になると思っていた。僕らは故郷アリア藩で王様に報告をした。よくぞバラモスを倒してくれた。
これで世界に平和が戻るであろう。王様がそう言った瞬間、辺りが突然暗くなり、雷が鳴り響くとともに恐ろしい声が響いてきた。我が名はゾーマ、闇の世界を支配する者。このわしがいる限りやがてこの世も閉ざされるであろう。ゾーマの出現に城内は騒然となった。新たな魔王を討伐するため、戦士のジーナ、賢者のリリア、そして賢者だけど遊び人の格好をしているララと再び旅立つこととなった。ゾーマを探す中で神の使いである竜の女王に出会い、光の玉を授かったが、竜の女王の命は尽きようとしていた。彼女は卵を産み落とし、静かに息を引き取った。そしてわずかな手がかりを求めてギアガの大穴を訪れた。僕らは決死の覚悟でその裂け目へと飛び込んだ。アレフガルドにて、僕らは薄暗い村の外れで目を覚ました。近くにいた人に聞いてみると、ここは闇の世界アレフガルドで、これまでいた上の世界とは別の場所だという。アレフガルドには日が昇らず、人々はゾーマに恐怖で支配されていた。またゾーマがいる魔王の島へ渡るには、太陽の石、雨雲の杖、聖なる守りを集める必要があることが分かった。これらを求めて旅をしていたら、ラダトームで思わぬ人に出会った。バハラタで懲らしめたカンダタだった。彼もまたこちらの世界に来ていたのだ。相変わらずな態度だったが、カンダタの助言のおかげでラダトームにあった太陽の石を見つけることができた。そして毒の沼に囲まれた精霊の祠で、精霊ルビスに仕える妖精から雨雲の杖を手に入れることができた。精霊ルビス、アレフガルドの大地を作ったのは精霊ルビスだった。しかし大魔王ゾーマにより石化されて、ルビスの塔に封じられてしまった。僕らがルビスの塔を登り、最上階へとたどり着くと、そこには女神の石像があった。マイラで手に入れた妖精の笛を吹くと、石化が解け、ルビスはその姿を現した。彼女は聖なる守りを僕たちに渡した後、大魔王を倒したら恩返しをすると言い残し消えていった。王者の剣。ラダトームには代々伝わる秘宝として、王者の剣、光の鎧、勇者の盾があった。しかしその秘宝は、その力を恐れたゾーマによって奪われ、勇者の盾、光の鎧はどこかに隠され、王者の剣は砕かれてしまう。僕たちはラダトームの北にある洞窟へ向かった。この洞窟では魔法が使えず苦戦したが、洞窟の奥で勇者の盾を見つけた。マイラには刀鍛冶がいた。彼はジパングで生活していたが、妻が生贄にされそうになり、刀鍛冶と彼の妻は2人でアレフガルドまで逃げてきたという。ある日ララがドムドーラの馬小屋で青く輝く鉱石を見つけた。その鉱石を刀鍛冶に見せるとぜひ譲ってほしいと言われたので、彼が経営する道具屋に22,500ゴールドで売却することにした。後日その店を訪ねると、なんとそこには王者の剣が35,000ゴールドで売られていた。そしてルビスの塔で光の鎧を発見し、僕らはラダトームに伝わる秘宝を集めることができた。そして僕らは聖なる祠へと向かった。神官に太陽の石、雨雲の杖、聖なる守りを渡すと、虹の雫を渡してくれた。魔王の城に最も近づいた岬で虹の雫を掲げると、そこに橋がかかった。これで魔王の城へと行く準備は整った。父との再会。魔王の城にたどり着き、城門をくぐった僕らに強大な魔物たちが襲いかかってきた。次々と襲いかかる魔物を退け、城の奥へと進んでいった。そして
城の中にある大きな橋に差し掛かった時、橋の向こうに巨大な魔物と戦う人影が見えたが、僕らがたどり着く前に男は魔物に敗れてしまった。急いで駆け寄ると、男は瀕死で目も見えない状態だった。私はもうダメだ。そこの旅の人よ、どうか伝えてほしい。私はアリア藩のオルテガ。もしそなたがアリア藩に行くことがあったなら、私の息子に父がこう言っていたと伝えてくれ。平和な世界にできなかったこの父を許してくれと。そう言って父は息を引き取った。僕は父の意志を受け継ぎ、平和な世界を取り戻すことを強く心に誓った。勇者の挑戦。とうとうゾーマとの最後の戦いに挑む。僕らは大きな祭壇にたどり着いた。暗闇の中明かりがつき、ゾーマが姿を現した。全ての命を我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。いでよ我がしもべたち。ゾーマの掛け声で先ほど父を殺したモンスターが現れた。なんとかこれを打倒し、父の仇を討つことができた。しかし僕たちは疲弊していた。そこへバラモスとウリ二つのモンスターが立ちふさがった。モンスターの一撃がララを襲った時、かばったジーナが負傷してしまった。あと少しでゾーマまでたどり着くのに、このまま勝てないかと焦りを感じた時、待たせたな。援軍が現れた。カンダタとその部下、そしてなんとハンとマオだった。ここは任せて先に進むんだ。負傷したジーナをハンとカンダタに任せ、僕らはマオとゾーマの玉座を目指した。奥へと進むと、ゾーマは玉座に座りこちらを眺めていた。滅びこそ我が喜び、死にゆく者こそ美しい。さあ、我が腕の中で生き絶えるがよい。最後の死闘が幕を開けた。ララが光の玉を高く掲げると、辺りにまばゆい光が広がった。その光は糸となり、ゾーマを覆っていた闇の衣を取り去った。しかし無駄なこと。さあ、我が腕の中でもがき苦しむがよい。そうゾーマが言った通り、バリアを取り除いても大魔王の力は強大だった。しかし僕らは2つの世界の人々の祈りを背負っている。そして僕の放った一撃がついにゾーマを打ち倒した。そして伝説へ。ゾーマを倒すと魔王の城の崩壊が始まって、私たちは崩れる祭壇の間から何とか脱出した。その時、上の方で何かが閉じるような大きな音が聞こえた。そしてアレフガルドには朝が戻っていた。ラダトーム城に戻ると、彼には真の勇者の証であるロトの称号が与えられた。私たちは帰れなくなってしまったけど、アレフガルドの平和を祝ってみんなでお祝いをすることになった。こうしてロトの称号を受けた彼はここアレフガルドの英雄となった。でもその後、彼の姿を見た者は誰もいない。彼が残していった武器防具はロトの剣、ロトの鎧として、聖なる守りはロトの印として後の世に伝えられたという。そして伝説が始まった。